どうもです。というわけで今日は YouTube のコメントでもらった、身長、体重、そして自転車に乗る以外でのトレーニング内容があれば教えてほしいですということで、この質問に今日は答えていきたいなと思います。まず、僕の身長、体重なんですけども、ご存知の通り身長めちゃめちゃでかいです。数字で言うと187センチあります。で、体重が今75ぐらいです。で、身長の割には結構体重は軽い方で、この身長だとおそらく80ちょっとあっても全然問題ないぐらいなんですけど、家族の家系的に結構細い家系なので、僕自身もすごく線が細くて、なかなか筋肉とかは、つきづらい。足もめっちゃ細くて、それがちょっとコンプレックスでもあったりするんですけど、そういう感じの今、体のスペックですね。で、身長の話をすると、元から結構でかい方ではあって、幼稚園の時も割と大きい方やったんですけど、小学校とかは別に学校で一番でかいかって言われるとそういう感じでもなくて、一番身長伸びたのは中学ですね。中学の入学の時が、身長160センチで、中学の卒業の時で183センチありましたね。なんでだいたい23センチぐらい中学で一気に伸びて、で、制服も数々買い替えて、なかなか親は大変やったと思うんですけど、そういう感じで身長伸びていきました。で、家族がやっぱり身長みんな高くて、僕187で、兄貴は181とかあるんかな。で、妹2人いるんですけど、妹2人も165オーバーで、全体的に高い家系です。で、その元をたどると、おかんが結構身長が高くて、確か168かそれぐらいあるん違うかな。多分おかんの影響がすごく強くて、親父は逆にそこまで大きくなくて171とか2とかそこら辺だと思うんですけど、おかんの遺伝子が爆発して俺が、家族で今一番身長が高いっていう感じですね。はい。で、体重で言うと、中3のその183センチぐらいだった時は、体重65とか、今より10キロぐらい軽くて、ほんまにガリガリでしたね。今でこそ、こうやって75でそこそこ、体重つきましたけど、昔からほんまにガリガリで、もやしっこみたいな、身長が高いんで特に、結構もやしっぽかったと思います。身体能力で言うと、我ながら結構いい方じゃないかなとは思いますね。うん。例えば、高校の時とかやと、体力測定っていうのがあって、腹筋とか背筋とか持久走とかそういう種目ごとに、10点満点で点数をつけていって、トータルどれが一番身体能力その点数が高いかみたいなものがあったんですけど、それでも帰宅部やのに毎回上位みたいな感じで、結構みんなから嫌がられてたんじゃないかなと思います。そう、僕、部活の話で言うと、一回も部活入ったことがなくて、今まで本当にバレー部とかバスケ部とか、数々の勧誘は受けてきたんですけども、華麗に断って、結局一度も部活動に入らない帰宅部で、学生時代を過ごしました。なので、もちろん自転車っていう好きなことがあったんで、それをやっていただけの話なんですけど、とはいえね、やっぱり部活動のみんなでチームでなって何か一つの大会出てとか、毎回部活動で学校終わった後にみんなで練習しながら帰り道なんか買い食いしてみたいなのはめっちゃ憧れましたね。めっちゃやりたかったっすね、あれは。なんか青春って感じはすげえありましたよね。あれはすごい憧れました。ただ自分のやりたいことをやるんが一番やと思ってたんで、僕はずっと自転車を帰宅部として、家帰ってから自転車に乗るっていう生活をしてました。
はい。で、何の話だったっけそう、身体能力はそんなもんで、身長は187ありますと。で、それ以外になんか、自転車以外にトレーニングしてますかっていう話なんですけど、してません。はい。自転車に乗ることしかしてません。これには一つ僕なりの考え方があって、例えばですけども、1週間、7日間あるうちに、すべてが自転車に乗る時間に費やせる人が、例えばいたとしますと。っていう体制であれば、僕は週7日のうち、半分は自転車乗ってとか、週5日は自転車乗って2日はトレーニングみたいな感じで多分分けると思います。けど今僕の現状で言うと動画の撮影したりとか編集したりとか自転車以外のこともやっぱしなきゃいけない状況なので限られたその時間の中でその時間をどう使うかって言われるとやっぱり自転車って身体能力っていう土台は必要なんですけども結局のところ自転車を一番うまく操ってそして頭を使って面白いトリックすごいトリックができるっていうのが一つ大事なところなので、今、僕の持ってる時間ではトレーニングに当てるよりも、少しでも自転車に乗る時間を増やした方が、より上に行けるっていう風に考えてるので、そうしてます。もちろん筋トレってやっぱり効果的で、筋力が上がることによってジャンプ力が上がったりとか、体がより安定したりみたいなところは絶対にあると思うんですけど、少なからず僕が今やってるそのストリートトライアルっていう競技においては筋力仮にジャンプ力としましょう。そのジャンプ力を高めることよりも大事なことがあってやっぱりそれは自転車の、操る技術だったりとか柔軟な発想でセクションを面白く乗る人と違うことをするっていうクリエイティビティだったりとかそういった部分が、このストリートトライアルにおいてはすごく重要なので、僕は仮に筋トレする時間があるとすれば、その時間をさらに自転車にまたがって、より頭を使って、このセクションをどういう風に人と違う乗り方をするっていう風な考える時間に費やすなと思いますね。なので、フィジカルのトレーニングはしてないんですけど僕は頭のトレーニングは結構してます。いろんなスポットで乗るんですけどスポット行った時もすぐに乗り始めるってよりは、スポットを見渡して俺やったらこれどういう風に登るかなとかみんながこれやったことないトリックこの石を使ってどういう風にするかなとか頭のそういうクリエイティビティを呼び覚ませるためのトレーニングは結構時間を費やしてる方じゃないかなと思います。でもちろんそれは練習してる時だけじゃなくて家帰って飯食ってる時でも寝る前とかでももしかしたら夢の中でもそうかもしれないですけど常に何か人と違う見たことのないトリックっていうのを頭の中で想像してます。でこれはすごく大事なトレーニングだと思いますし自分のスタイルっていうのを作っていく上で、絶対に欠かせないトレーニングかなと思います。ということで、まとめると僕は、筋トレフィジカルトレーニングには一切時間は使ってないですけど、その分自転車に乗る時間を増やして、そこで必要な筋肉はつけつつ、もう一つそのクリエイティビティを磨くための、頭のトレーニングですよね。そっちの方に時間を使ってるという感じです。これあくまで僕の持論であって正解はないと思うので参考程度に皆さんもやってみてください。というわけで、また何か聞きたいことがあればコメント欄の方にコメントしてください。ほら。